どちらに向かわれてるんですか？直接私の実家に向かっておるような状況でございます。なるほど。重さを体感していただいて。重さ体感ですか？わ、重たい。重たい。やっぱ伊賀牛っていうのはすごく歴史のあるお肉とは聞いてるんですけど。そうですね。文献だけで言うと、1310年ぐらいまで遡ってくるんですよね。ちょっといいですか、いただいて。めっちゃいい匂いする。いただきます。はい。こっちかな。赤身。さあ、今日は、富山から本間さんがちょっとお店の視察、一回見てもらわないとね。そうですね、実際どういう状況なのかプロの視点で見ていただいて。そう。おはようございます。どうもこんにちは。すいません、わざわざ。よろしくお願いします。そうですね、今見た方は何このダンディーな人はあ、いえ、多分思われてると思うので、本間さんでして、もともと大手商社に勤めてらっしゃいまして、飲食もちろんあとファッションとかもいろんな企業のプロデュースとか、すごい人です。そうよろしくお願いします。はい、今回いろいろアドバイスをいただけるということなので、お願いします。ちょっと本田さんと本間さんややこしいんですよ。そこはややこしいんですけど、でも早速実際見ていただきましょうか。見ていただかないとね。はい。行きましょう。到着しました。こちらでございます。どうぞ。はい。失礼します。ちょっと電気つけますね。はい。これが現状の牛乳です。はい。全体見ていただいて、厨房とかも見ていただいて、はい。アドバイスお願いします。わかりました。でここが唯一のテーブル席ですね。なるほど。綺麗ですね。焼き台が結構特殊なのがこれ気になりますね。煙、本来こう焼き肉屋さんこの上からのやつなんですけど、これ下から煙を吸うっていうやつ。無煙ロースターってやつですよね、確か。電気ですね。はい。電気ですね。電気の電気のロースター初めてですね。煙とか出なかったですか？一旦ここ全部でやってみたんですけど、焼いてみたんですけど、煙がここは全然大丈夫でした。焼いてみたいですね。ああ、なるほど。そうですよね。ちょっとこれ温めてみていいですか？はいはい。こたつみたいに温まるんですね。すごいね。上にはじゃあ煙がほとんど上がらない。もう全部下に。はい。でも鉄板の厚みとかは結構しっかりしてるんで、結構しっかり焼けそうなんですけど、美味しく焼けそうなんですけ焼いてみないとダメですね。ど。はい。確かに。ちょっと一回つけっぱなしであ、わかりました。なんかテスト的にできる。なんかお店近いんで、なんかお肉とかちょっと軽く持ってきて、後で焼いてみたい。将軍バーガーから。はい。まあカルビとかはないですけど、ああ、なるほどなるほど。和牛のパティあるんで、なるほど。ちょっと焼いてみたらいいかな。さあ、全体見てもらいましたけども、なんかダメ出しと言いますか、ちょっとアドバイスお願いしたいなと思いました。全体作りは非常に重厚でいいと思うんですけども、はい。入ってやっぱり飲食事業も含めて、はい。 15秒間で、 15秒間。やっぱりお客様に夢を売るというか、はい世界観を見せないといけない。でこれ今もちろん調光を少し変えたりとか、はい。暗くしたりとか、はいということと、一点やっぱここの入り口が今開いてるので、これもうざっくばらんとこれエレベーターから降りた瞬間にこう見えちゃうので、なるほど。これちょっとやっぱ良くないので、ここはやっぱりきっちり塞いで、でかつ塞いじゃう。ここの動線を開いて、ここはもちろん動けるようにしますけど、ここはもう完全に塞いじゃった方がいいと思見えなくして、そうですその店員さんが通れるスペースだけそうですねだけ。おっしゃるとあ、なるほどな。で右側、左側っていうことで、はいお客様層が違うと聞いておりますので、はい。やっぱりここから先、やっぱりこうゆっくり通路を見て、どういう店なんだろうっていう、やっぱりワクワク感を見せるっていうことでいくと、やっぱり兆候を少し下げてみたいなことをやっていけば、おおむねのやってることは全然問題ないんですけど、はいやっぱりそういったところを細かくチェックしていくことで、お客様に対してすごい夢が生まれて、この店いいなって膨らんでいくと思いますので、はいそこは我々の方でしっかりアドバイスさせていただきたいなとお願いします。思っております。はい。なんかせっかくここもしっかりできてるのに、なんか視線が散っちゃうんですよね、ここ空いてると。なるほど。ああ、そのスペースは。はい。そ
そうですよね。なんかこうどうなんだろうって覗いちゃうなるほどと一気になんか高級感がなくなっちゃうんで、牛の頭あるところとか、はいここにそういう印象をやっぱつけるように視点を集めたいですよね。なるほどなるほど。あとこの辺の置き方も非常にいい重機なんですけど、ここに置くべきかってまたちょっと。ああ、なるほど。ハムですか。はいはい。ギネスのハムです。なるほど。はいはい、やっぱり入り口入ってこの店なんだろうって思わせるようはいなワクワク感、それはやっぱりそのまあ今ディズニーランドっていうお話もありますし、例えば京都の本当細い路地に入っている雰囲気ってやっぱりそこでものすごく盛り上がるじゃないですか、はい。実はこの距離感あればそういった演出も下からの兆候で作ったりもできますので、それだけでも全くあると思います。勉強なるな。すごいな。キッチン周りみたいです。僕はちょっと気になった点が、ここが居酒屋さん、元居酒屋さんだったのか、ここにこういわゆるドリンカーっていうドリンクを作るところがありますね。はい。あるんですけど、はい。ここにちょっとこう個室が高級感のある個室が並んでるのに、一番こうガチャガチャと音がするところなんですよ。ここが開いてるとそうですよ。厨房の中の声も全部聞こえますもんね。なるほどね。音がダダ漏れになるんで、なるほど。確かに、いや、ここは何にも気にしてなかったです。ここが空いてること。そうですね、確かに。あと個室の横にこれは確かにちょっとねガヤガヤしちゃいますよね。なるほまあけど結構大掛かりな改変にはなりますね。そうなると。ど。もうでも、まあそれはおいおいそうですね。はい。まあそれどれぐらい費用かかるとかもあるし、期間もあるし。はい。はい。はい。ありがとうございます。ああなるほどなるほど。細かいところを言うと、こう閉めるじゃないですか。これ絶対こう盛り上がってきたら。なるほど。なるほど。ああ、多分ですよね。ほんまや。とかがやっぱ今後やっていくときに結構極端く高級焼肉店みたいな形にするとこれちょっとまずいんで、なるほど。いちいちこうやってなんでなんかここになんかカバーみたいにしないなるほといけないとか、あと細かい点は少しずつあるんでそこは直していったらいいかもしれないですね。多分はいはいはい。一つずつの席に実際座られてないんじゃないかなっていう。なるほどな。なんか面積が狭いお店ならまだわかるんですけど、うんすごい広々としたはいはいはい。感じで使ってるのにこういうのがちょっともったいないというか。なる焼き台行きましょうか。いけない。ほど。焼きたい。将軍バーガーすいません近所なんで、わざわざ取ってきていただいて。はいありがとうございます。ベーコンとはいはい。和牛のパティなんですけど、なんか煙が出るのか出ないのかちょっと調べたんです。レディミネート。はい。あ、めっちゃ弱いな。これ最強。弱い。結構つけといたんですけど、結構でもああ、まあ、そうか、その油の多いものやとこんな出るんですか。ホルモンとか焼くとそういうことですよね。こもりはしなかったんですけどね。匂いですか？この全体のこもりはしなかったんですちょっと食べてみていいですか？まあ普通に焼けてますね。けど。あ、大丈夫。普通に焼けてます。あ、よかった。ただやっぱちょっとベーコンなんで味結構強くついてるんですよ。あーだからはいはいそこは分かんないんですけど、塩まで持ってきちゃう。ありがとうございます。普通に焼けてる。焼けてます。はいはいはい。煙もそうですけど、やっぱオイルミストオイルミストがはい上がるんで、これ多分店内が割とベタっとは煙よりもちっちゃな霧状のオイルがはいはいはい。焼肉とか家でやるとフローリングにこうベタベタっと大きなつく、そのオイルミストがちょっとやっぱ上がる。どういうふうに解消したいですか。焼き台をまあ変えるのも一つの手かな。はいはい。ただ焼いてこう全然ダメかというと
そういうことではないんで、価格帯とあとユーザーさんがその油がすごいつくのが嫌だっていう人も結構確かに、いるので、なんかもう煙ムンムンでいいよっていうお店であればそれで来るんですけど、ここに来られる人ってやっぱりこういう綺麗な格好で来るじゃないですか。そうすると匂いつくのすっげえ嫌だっていう人もいるので、そこはちょっと議論した方がいいかもしれない。そうですね。だいぶ改善点がありますね。何をどこまでどんう改善するのかしないのかとか、そうですね。できたら12月、末ぐらいでオープンを目指してたんですけど、もともとその目標でしたね。それって実際どうですかね。いやきついっすね。そうですよね。ああ、やっぱそうなんだ。改善点全部やっていこうと思ったらそうですよね。はい、ちょっとはいいいっすか、はい僕からはい一緒にやるんで、はいはいはいやっぱりそれはね、言い方はちょっと失礼になるけど、はいはい事業舐めてますよ。そうですね。はい、っていうのが僕からすると、ここに行き着くまでのやっぱり改善点がすっごいあるんですよ。で何も直さずにスタートしてしまった、これ試食も含めてですね、絶対 NG です。っていうのが次はもう絶対許されないんで、はいはいだから12月っていうのはもう 100% 無理ですよ。それはやっぱ甘く見すぎなので、僕は一緒に経営していく経営者の目線としてしか僕はお話ししないので、はい。それはもう絶対そうであれば僕ら手伝いはできませんよ。大失敗絶対しますから。やっぱりそこはもう変えていただいて、もちろんです。全面的にやっぱり直していってクリアできた、それでスタートはいで、これはやっぱホンダに僕らディレクション任せるので、はい彼ができないってことは絶対できませんから、はいそこはちょっとご理解いただきたい。もちろんです。ちょっと強めで恐縮いやです。それはありがとうございます。でも完全に改善して、はいね、我々ははい本当に一緒にやっていこうということで今日来てます。はい。でもさっき申し上げたことができないんであればお手伝いできませんので、はい本気で宮迫さんが我々言ってることをご理解いただいて一緒にやっていただけますか。もちろんです。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でお疲れ様でした。まあちょっといよいよ本当に本格的に動き出せそうですね。皆さんそうやね。心強い味方がそうですね。ね、たくさんついてくれたので、かなり心強いですよね。うん。まあちょっと今日は厳しく言われる場面もありましたけど、もうありがたいですよ。もう実際本当にいろんなところがね、あらがたくさんあったっていうのが分かったし、それを教えていただいて、それに関してやっぱり俺がノータッチやったのは本当に反省すべきとこやから、もう完全にもう気持ちをはい入れ替えて、はいもう徹底的にやるよ。やりましょう。うん。やろはい。今日この後生配信です。う。バイオね。バイオ。今バイオいるかな。それやっぱ息抜きも大事ですからね。いや疲れんねん。生き抜けてないねん。マジですか？リラックスなってるのかな。一番緊張するし疲れんねん。頑張りましょう。今後期待。ここ来て。次回重大発表、ついに決まったオープン日、お楽しみに。宮崎公です。水や間違いは消えないけれど